こそ人生が大きく変わるんです。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんお久しぶりです。お待たせいたしました。引っ越しとかお盆の帰省があったので、ちょっと1ヶ月ぐらいお休みしていたんですけど、やっとねこうやって動画を配信できる準備が整いました。皆さんお待たせいたしました。今回は新居から初の動画配信になります。細かい片付けはまだ残ってるんですけど、これから少しずつ整えていこうと思っています。ということで今回は人生を大きく好転させるためのある超効果的な方法についてお話ししたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や波動、潜在意識、心理学など目には見えないけれど幸せになるために大切なことについて分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は人生を大好転させる引っ越しの超パワーというテーマでお話ししたいと思います。冒頭でもお話ししたんですけど、私ね7月の末に引っ越しをしたんです。でその後お盆に実家に帰省していたこともあって1ヶ月ぐらい動画配信をお休みしていたんですけど、ようやくこうしてね準備が整いました。ショート動画の方はあらかじめ作っておいてねタイマーでセットして出すことができるので毎週末出していたんですけど、ご覧いただけましたでしょうか。こんなに休んじゃうとね動画の撮影とか編集の仕方を忘れちゃうんじゃないかなと思ってねちょっとねドキドキしてたんですけど、またねこうして何とか再開できて正直ほっとしています。再開を待っていてくださった皆さん本当にありがとうございます。このお休みの間には昨年配信したねお盆のお墓参りの動画のね、切り抜きショートを出しましたし、あとはライオンズゲートについてねコミュニティでお伝えしましたよね。宇宙の強力なエネルギーが降り注いでいるのを皆さん感じられましたか？いい変化とかハプニングが起こった方もいれば、急な予定変更とか体調不良などでね大変だった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。それぐらいエネルギーが強い時期なんですね。実は私が YouTube をね始めたのも一昨年のライオンズゲートの頃だったんです。で今年はねこの時期に引っ越しをしたんですよね。ライオンズゲートっていうね宇宙のエネルギーがとっても強い時期でしたし、でさらに引っ越しをした日がね暦の上でも最高開運日だったんです。これね本当に偶然だったんですけど、引っ越しをしたね7月29日っていう日が、大安と一粒万倍日と転写日が重なる超開運日だったんです。まさにね新しいことを始める日にぴったりだったんです。たまたまね都合のいい日がその日だったので引っ越しをしたんですけど、不思議とね導かれたのかなって思いました。でね実は一番運気を上げるのに効果的なのが引っ越しだと言われています。もうね引っ越しには人生をガラッと変えるぐらいのパワーがあるんですよ。でね思い出してみると、私ね子供の頃から本当に引っ越しの多い人生でした。今回の引っ越しでね12回目の引っ越しになるんですかね。で小学校2年生の時にね、親の離婚で最初の引っ越しをして、でこれがボロボロのお化けが出そうな古いね借家でね、で小学校3年生の時にまた引っ越して、で転校もしました。でそこからね母が女で一つで、一軒家を建てましてね、私のために本当にね休みなく頑張って働いてくれました。でそれから大学生になって、家を出てね一人暮らしをして、で就職してからもまた別の場所で一人暮らしで、それから結婚して、離婚して今のパートナーとのね生活があったりして、本当に引っ越しの多い人生なんですね。ですからね前世は旅人だったのかななんてね思ったりしています。でね私のこの自分自身の経験からね本当に実感していることなんですけど、引っ越しのたびに人生って大きく変わるなって思います。そしてねその都度新しい出会いがあったりして、人生がね明るく大きく開けていったような感じがしています。引っ越しってねめちゃめちゃしんどくてもう大変じゃないですか。荷物をね全部ね段ボール箱にまとめて、で移動してからねまたその荷物を収めて片付けてね、でいろんなね書類関係、住所変更なんかの手続きもありますよね。これがもう本当にね時間もかかるしエネルギーも使うし本当に大変なんですよね。だからこそ人生が大きく変わるんです。
エネルギーをねこんなにも大きくダイナミックに動かすからこそ人生が変わるほどの変化が起こるんです。つまりこれはエネルギーの法則ですよね。またね、どこへ引っ越すかっていうこともすごく大事で、今よりもいい環境の場所に移ることでその土地の良い波動のね影響を受けて運気を上げることができます。吉方位ね、縁起のいい方位を調べてね移動するのももちろんいいんですけど、誰にでも当てはまって確実なのはね、やっぱり波動の法則なんじゃないかなって思います。いい波動のところを選ぶ、いい波動のところに住むというのが大事です。では波動の高い環境のいい場所がどんなところかというと、例えばね、周囲の騒音が少ないところ、公園や緑が多い自然が豊かなところ、日当たりがいいところで明るいところ、周りの建物や道路、景色がきれいなところ、自分の生活スタイルに合った環境であることなどですよね。例えばね、お子さんがいらっしゃるなら学校が近いところとか、あと車がないならね、駅やバス停が近いとかね、暮らしやすいところですね。で、便利で住みやすくて、で安心できてリラックスできてね、で心地よく毎日を過ごせると、波動が自然と上がりますから、いいことがどんどん起こるようになります。逆に波動の低いところはどういうところかというと、周りの建物が老朽化していたり、あと空き家が多くてね暗い雰囲気だったり、あと犯罪が多いところとかね、あと夜中も明るくて騒がしいところとか、騒音や匂いが気になったり、窓から景色が全く見えないぐらいねゴミゴミごちゃごちゃしているところだったり、生活しづらくてストレスをね毎日感じたり、物騒なところというのは波動的によくありません。割れ窓理論というのを皆さんご存知でしょうか。1枚の割られた窓ガラスをねそのまんま放置していると、さらに割られる窓ガラスがどんどん増えて、ついにはその地区全体が荒廃してしまうということで、アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリング博士が提唱した理論です。これは波動の法則にも当てはまるんですね。波動は共鳴しますから、そこに住む人たちの波動も下げてしまうということになります。なので住む場所、環境を選ぶというのは人生を上向きにするためにとっても大切なことなんです。また引っ越しには執着を外す効果もあります。引っ越す時にはいらないものを一気に処分しますよね。思い出の場所を離れる、これまでの習慣を変えるっていうこともエネルギーを大きく動かすことになるので、重たいね執着の波動が外れてエネルギーがとっても軽やかになります。何か嫌なね思い出がある場所だったり、あとストレスとかトラウマ、カルマがねある場所だったら、なおさら離れることで運気がガラッと変わりますよね。変わることを決心したこと、新しい環境にね身を置く覚悟を決めたこと、そのこと自体がねとっても波動を高く強くしますから、良い運気をぐんぐん引き寄せます。過去を断ち切るとかね、悪縁を切る、今までの人生に区切りをつけて新しい人生を踏み出すぞっていうね決意と覚悟がいることですから、この引っ越しっていうのはものすごいパワフルなエネルギーが働くんですね。ですから新しく明るい未来を引き寄せるのに引っ越しは本当におすすめです。ただね、引っ越しにはお金もかかりますよね。だからね、引っ越したいけどなかなかこの決断ができない、お金がねかかるし、なかなか今できないんですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、思い切ってお金を出す、身銭を切るっていうことでね、エネルギーが浄化されて波動が軽く高くなります。また出したものが返ってくるっていうのが宇宙の法則ですし、払うは払うことにつながりますから、仕事運や金運、人間関係、恋愛運、全ての運がね総じて上がるんです。ではどんな物件を選べばいいかということなんですけど、自分が心地よく感じて、無理のない範囲でいいんですけど、家賃的にも気持ち的にもね今よりちょっとグレードが上がって、で今よりちょっとねもうちょっと頑張らなくっちゃって気合が入るようなところがいいですね。あとお部屋のね中とか周囲の景色などを見た時にね、心がワクワクっとするようなねときめくところがいいと思います。お部屋を内見した時にね感じる直感、インスピレーションを大事にしてください。
あとね、迷った時はね、ハイヤーセルフとかガイドに聞いてみるのもいいですよ。心の中で私はこっちの方がいいと思うんだけどどう思うって聞いてみましょう。するとね、なんとなくね、ここがいいんじゃない、こっちにしようよなんていうね、声が聞こえてくるような感じがしますよ。あとはね、部屋が明るく光って見えたり、心がね、なんかすがすがしく晴れ晴れとするようなね、いいなって感じるような感覚が決め手になります。でね、私の場合は以前の動画に映っていたね、マンションに住んでいた時に、引っ越してからすぐに占いを始めたんですね。でそれから、1年後にね、今のチャンネル YouTube チャンネルを始めることになりました。で動画をね撮っていたマンションの前に住んでいたのは、離婚してね、息子と2人で引っ越した、古くてボロボロのね、木造アパートの1階だったんです。都内にね引っ越したので、家賃が高いじゃないですか。でそれでもね、私と息子それぞれの部屋、2部屋が欲しかったし、あと大学のね学費も貯めないといけなかったので、家賃を抑えたかったんですよね。で築年数がね古いところになっちゃいました。子供時代にねすごくオンボロなね、先ほどもお話しした古い借家に住んだことがあったので、なんか懐かしい感じもしたんですけどね。息子もね実家とは全然違う、小さくてね古いアパートだったので、最初は戸惑ったかなと思いますけど、たくましくなりました。今はね働いて一人暮らしをしています。でね、その古いアパートに住んでいた時にね、近くに一戸建てのお家が建ったんですね。でそこの奥さんとね道でばったり会ったので挨拶したんですけど、なんと無視されちゃったんですよ。目があったのにね、パッて目をそらされちゃったんですね。でこういうねボロアパートに住んでいるっていうことで見下すような態度をする人がいるんだなと思って、本当にびっくりしました。もう本当にね失礼だなと思って、で私がね結婚してから建てたのが、2世帯住宅だったんですけど、そのうちはね、あなたのお家の倍ぐらいあるんですけどってね、本当にねもう口からねもうこぼれそうなぐらいもう悔しかったんですけどね。でもね、その悔しい思いがまたねバネになって頑張れましたし、で自分は絶対そういう人にだけはなるまいってね思って、いい学びになりました。それからはね、引っ越すたびに人生がどんどん上向きになっていきました。この前のマンションに住んでね、3年目だったんですけど、今回引っ越したのは、パートナーがねコロナ禍以降在宅で仕事をするようになったのと、あと私もね YouTube で撮影とか編集をするようになって、ちょっとね狭くて音を気にしたりしていたので、もう少し広いところに移りたかったんですね。であとはね、この前もお話ししましたけど、グリコのポッキー、お菓子のねポッキーを買ったら、その箱にねようこそ新天地へって書いてあったんです。でそれがねなんか予言のような感じで、そこから新しい物件を見つけて、トントン拍子で引っ越しが決まったんです。結婚なんかもそうですけど、住む場所も同じでね、ご縁があると一気にねトントン拍子で話が進むもんなんだなって改めて思いました。宇宙にね導かれている感じですよね。ただ引っ越しが人生を好転させるとは言っても、もう一戸建てにお住まいの方とかね、あと親と同居だったりして、そうそう引っ越しなんてできないよっていう方も多いと思います。そういう方は大安とか一粒万倍日、天赦日、天恩日といった縁起のいい日にね、お部屋の模様替えをしたり、あとカーテンやカーペット、クッションカバーとかね、色を明るい色に変えたり、あとはお財布を新調するのもいいですね。何かをガラッと大きく変えたり、そうした運気の良い日からね新しいことを始める、思い切ったチャレンジをするというのもおすすめです。新しい仕事を始めたり転職というのも効果的です。あとは習い事を始めたり、資格取得のための勉強を始める、 SNS のアカウントを開設するというのもとってもいいですよ。何か最近すっきりしないな、なんか運気が低迷している感じがするなっていう時はぜひ試してみてください。では今年の今後の開運日がいつなのかということですね。吉日が複数重なる超開運日を調べたところ、直近だと今月8月の28日ですね。一粒万倍日と天恩日が重なります。9月は9月の12日がね3つ吉日が重なるんですが、不成就日と重なっているので、ちょっと弱いんですよね。なので9月の14日が身の日と天恩日が重なっているのでいいと思います。
あと9月の24日がね、大安と一粒万倍日が重なっているので、この14日と24日が9月はおすすめです。10月は11日が大安と天赦日、天恩日が重なる日です。でね、この日も不成就日と重なってるんですけど、天赦日があるので打ち消されますから大丈夫なんです。10月の29日も寅の日と天恩日、あと大安が重なるのでとってもいい日です。あと11月は2日の日が一粒万倍日と大安で、14日がね、天恩日と大安が重なります。12月は26日がおすすめです。一粒万倍日と天赦日、天恩日が重なっています。開運日が書いてあるカレンダーがね、一つあるととっても便利です。私はね、こういうね、卓上タイプのを一つ使っています。大きなね、壁掛けタイプのカレンダーもあるんですけど、これをね、テーブルの上に置いてチェックするようにしています。で、私はね、3月の開運日が3つ重なるトリプル開運日にお財布を新調したんですね。で、それで大きな臨時収入が2回入ってきましたし、あと7月29日のトリプル開運日の日に引っ越しをしたんです。これはね、たまたま偶然その日だったんですけど、日頃からね、波動を整えていると自然にぴったりのタイミングでね、運気の波をキャッチして乗ることができるんだなって思いました。なのでこれからの展開がワクワク楽しみなんです。人生を大きく好転させたいのであれば、引っ越しをするのがもうめちゃくちゃパワフルで効果的なんですけど、引っ越すことがなかなかできないっていう方もね、エネルギーを大きく動かすような変化を起こすこと、先に自分から動いてエネルギーを出すことでポジティブなエネルギーがまた入ってきます。変化を恐れずに新しい風に思い切って飛び乗っていくことで、運気の流れが大きく変わって人生も大きく変わっていくんですね。つまり人生は自分の決断と行動次第ということです。皆さんも運気アップのために今の環境を変えてみたり、新しいことにチャレンジしたりといった開運行動、ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は引っ越しや変化、チャレンジで人生を好転させようというお話でした。今回はね、引っ越したばかりの新居からお届けしました。いかがだったでしょうか。参考になれば幸いです。このお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。